金グラデーションの作り方。今回は金グラデーション Tips をお届け。この動画の手順で進めると冒頭のサムネのようなものができちゃう。アートボードサイズは 1280×720 に設定してください。そして今回は背景画像を配布するので使ってください。私が撮った写真なので著作権フリーです。このサイズは YouTube のサムネサイズなので応用できると思います。金のグラデって結構難しいということを聞くので、私が長年研究してきたグラデの設定を公開します。使うのはトラックパッドかマウスで OK。 きっとあなたのグラフィックに役に立つと思います。さあ、見る覚悟はいいか？俺はできてる。まずはお好きなタイプを作りましょう。作例通りじゃなくて構いません。ただしダイナミックテキストにすると見た目は良くなります。タイポができたらアウトライン化してオブジェクトにしよう。大概の人が黄色と白で作りがち。これだと金のメタル感が弱いんです。タイポを作るときはアピアランスパネルで30か40の線を追加してセパレートカラーを作ります。どうでしょう？よく見る感じだよね。そこでスタジオ豆では黒を使います。この黒が超重要。黒光りをつけることでゴールド感、金運爆上がり。重要なのは黒光りの上面をくっきりしたラインにすること。金色を見た時黒って実際にはないんだけど、この黒があることで金っぽく見えるわけです。全てはここに集約されます。今回は10倍速でお届けしてるので、早すぎてわからないよって人は再生速度を落としてトライしてみてください。しっかり研究したい人用に後日当倍版もアップします。見たい人は見てください。黒線をくっきりさせるには白と黒を重ねるとメリハリのあるくっきりラインができます。そして黄色、白、黄色、黒、黄色、白、黄色というように色を順番に並べる。ただこれだけ簡単でしょ。作例では黒と金は単独で決めろとグラデーションの作り方はそれぞれグループ化してます。これは黒と金はダイナミックなので別でグラデを適用するため、一つグラデが完成したらアピアランスパネルの複合パスの横のグラデを掴んでグラフィックスタイルパネルにドラッグします。グループ化したタイポにパネルに登録したグラデをワンクリックで適用できます。その都度グループごとグラデ設定とアピアランス設定をする必要なし。ただしタイポのサイズが違うのでそれぞれに合わせた微調整が必要になります。わからない場合は繰り返し見てください。ハイライトの白部分に関してはベースの黄色をカラーパネルで色を薄くするのがおすすめです。これは真っ白を使うと一体感がなくなるためです。ここまでできましたか？ここでメインディッシュは完了です。次に背景を作ります。金には黒背景が最も引き立つので最背面に黒を置きます。次にタイポそれぞれに交際外側を適用してぼやっとした光を演出します。色はほんのり黄色がいいでしょう。設定値は一時停止で確認してください。次にスパークルを配置していきます。これでぐっと輝き感が出ます。このスパークルもピングで配布するので使ってください。できましたか？さて次は黒背景の線に作った金グラデを適用しましょう。一度作ったグラデはスウォッチパネルにネストされてるのでそれをクリック。次に黒背景にうっすらタイポが映り込んだ効果をつけます。タイポをコピーして透明度を 20% くらいに設定。メインタイポの背面に設置しましょう。どうでしょう？金ピカになりましたか？さてここからはちょっと上級編。お配りしてる金閣寺背景を使ってタイポの表面に映り込んでる効果をつけていきます。これをすることでタイポの表面のディテールアップとより金のツヤ感が出せるようになります。要は写真を文字の形に切り抜くってことです。それをタイポに重ねて貼り付けます。やり方は2通り。クリッピングマスクで作るかフォトショップで一括くり抜きするかです。今回は後の編集がしやすいようクリッピングマスクで作ります。ただしこれは非常に面倒で根気と覚悟がいります。タイポをコピーしアウトラインだけにします。これを文字数分クリッピングマスクを作っていきます。なので文字数分写真を使うってわけです。コピーしたタイポは一度グループ解除します。
どうでしょう。めんどくさいでしょ。ちょっと一気に早送り。クリッピングマスクが出来上がったら、それらをメインのタイポの上に重ねていきます。ワイプでも載せてますが、これを Photoshop でやると一括でできます。タイポを黒文字にして画像化します。次に Photoshop で開いて自動選択ツールで文字を全て選択していきます。この時黒の部分を選択していくと選択漏れがないです。選択し終わったら背景写真を開き、全てを選択、コピーします。次にタイポのタブに移動し、特殊ペーストを選択。選択範囲内へペーストを選びます。すると一括で適用できます。ただしこの写り込みははっきり完璧じゃなくて OK。 金の表面にディテールを追加するだけなので、なんか写り込んでるなぁくらいのクオリティで十分です。黒背景だけだと寂しいので、また一手間加えていきます。背景にまた金閣寺の写真を使います。なぜこれを選んだかというと、自分で撮った写真で一番縁起が良さそうだからです。これを背景に貼る前に黒背景をもう1枚作り再背面にします。これで黒背景が2枚できました。上の黒背景の塗りをなしにして金の線だけ残します。この2枚の背景の間に金閣寺の写真を挟んで金の線の下になるようにします。写真の透明度を下げて下の黒背景が透けるようにしましょう。次に写真の上に 1280×720 のシェイプを作ります。そのシェイプに円形グラデーションを適用します。真ん中の白の透明度を 0% に設定し、外側の黒も少し透明度を下げ、写真が透けるように。これでちょっと古い写真のようになりました。次に AI のロゴを作っていきます。適当な四角を作ります。次にパスのオフセットで一回り大きい四角を作ります。それを背面に移動しオレンジ色にします。2つを整列で位置合わせグループ化します。 AI のタイプを作ったらアウトライン化、シェイプとタイプを選択したらシェイプを基準にして整列させれば出来上がりです。できたでしょうか。次にネームタイプを作ります。グラフィックスタイルをネームに適用し、ゴールドをクロムメッキ風にしていきます。アピアランスパネルの金の部分をクリックして編集します。この辺はご自分のネームとかで作ってみてください。ゴールドが適用されたのでグラデの色を編集していきます。黒光りだった部分を中間くらいのサイドのブルーにしていきましょう。黄色だった部分はさらにサイドを薄くしたブルー、ハイライトの白だった部分をさらに薄いブルーにしましょう。結構根気のいる作業です。納得のいくまで調整してみてください。クロムメッキが出来上がったらこれもグラフィックスタイルパネルにドラッグして登録しましょう。作例のように他にキャプションを入れる場合、またこのクロムメッキのスタイルを一発適用できます。まずは作例通りのキャプションで作ってみてもいいでしょう。できましたか？ Adobe のソフトならグラデの設定は共通なので Photoshop やプレミアでも試してみてください。ここまでの段階で金の明度が少し低いので調整していきます。先ほど重ねた写り込みを全て選択します。写り込みだけグループ化しておいてもいいでしょう。この状態でアピアランスパネルの不透明度をクリック、プルダウンが出るので不透明度を100に戻します。次に左のプルダウンでフィルターをかけます。今回いろいろ試してみた結果ソフトライトにしました。これで金の明度が上がり背景の対比が大きくなりました。そしてうっすら表面の写り込みも残っています。次に背景の調整、金を目立たせるためにシャドウをより暗くします。こちらも背景画像を選択し、アピアランスパネルから不透明度をクリック、不透明度を 50% に設定、フィルターをハードライトにします。どうでしょう。金閣寺にスポットライトが当たったようになりました。庭木のシルエットも良い感じになりました。これで完成です。パチ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 。うまくできたでしょうか。最後にトラックパッドの写真を添付。これは実際に私の指です。ここまで見ていただきありがとうございます。何度も見返していただきオリジナルのデザインで作っていきましょう。スタジオ豆ではグッズも販売中です。概要欄のリンクから商品を見ていただけるととても嬉しいです。
またこの動画が面白かったな、ためになったなと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントなどいただけると大変喜びます。また X もフォローしていただけると最新情報満載です。それでは最後に、映り込みは 100% でソフトライト、金閣寺は 50% でハードライトです。さて次回はジオニックスタイルイラストで金を表現、お楽しみに。